私は現在、心理学を学んでいるのですが、今回もその学びの一部を皆様と共有したいと思います。今回は、私たちの多くが心の奥に抱えている心の禁止霊に焦点を当て、これが生きづらさの原因になっているのかもしれないというお話をしてみます。心の禁止霊とは一体何なのか、どのようにしてその禁止霊が生まれたのか、そして、どうすれば自分を縛っている禁止霊から解放され、自由に生きられるのかを考えてみたいと思います。今回の話が、あなたがより幸せに、あなたらしく生きるためのヒントになれば幸いです。それでは、早速始めましょう。あなたは日常の中で、理由もなく自分を押さえつけてしまうような、心の声を感じたことはありませんか？例えば、悲しくて泣きたいのに、泣いてはいけない、と自分にブレーキをかけてしまったり、疲れているのに、休んではいけない、もっと頑張らなければと思って、無理を重ねてしまうことです。禁止霊とは、してはならない、すべきでない、といった、自分自身に対する抑圧的なメッセージのことを指します。心理学では、このような内なる命令を禁止令と呼びます。これは多くの場合、子供時代に身につけたものであり、法律や拘束のように外から与えられたルールではなく、自分の心が作り出した内なる決まり事です。そして、その多くは自覚のないまま心に刻まれ、無意識のうちに私たちの行動を制限し続けています。例えば、感情を表すなという禁止令を抱えている人は、友人に、最近元気がないけど大丈夫、辛かったら話してね、と優しく声をかけられても、本当は話を聞いてほしい気持ちがあるのに、心の中の禁止令が、弱音を吐いちゃダメ、感情を出してはいけないと囁きます。その結果、無理に笑顔を作り、平気だよ、全然大丈夫と答えてしまうのです。本当は苦しくても涙を見せられず、大丈夫と繰り返してしまいます。このように感情を感じるなという禁止令が強く働いている人は、自分でも気づかないうちにストレスを溜め込みやすくなります。また、周囲からは、本音を見せない人だという印象を持たれてしまい、親密な人間関係を築きにくくなることもあるでしょう。つまり、こうした禁止令が生きづらさの原因になっていることも多いのです。ここで、いくつかの典型的な心の禁止令をご紹介しましょう。まず最初に、目立ってはいけないというものがあります。仕事で成果を上げ、上司や同僚に褒められても、いえいえ、私なんて全然ですよと必要以上に謙遜してしまう人がいます。そんな時、心の奥では目立ってはいけないという禁止令な働き、自分が注目されたり評価されたりすることを、無意識のうちに避けようとしているのかもしれません。次に、成功するなというものがあります。この禁止令を持っている人は、新しいことに挑戦しようとする場面で、どうせ失敗するに決まってる、自分が成功しちゃいけない、と思ってしまい、一歩を踏み出せません。成功するなという禁止令があるために、周囲からやってみれば、と励まされても、いや、自分なんてどうせうまくいかないからと尻込みしてしまい、その結果、せっかくのチャンスを逃してしまうのです。また、自分の意思を主張してはいけないというのも、日本人に多く見られる禁止令の一つです。例えば、友人と食事に行く約束をしたとき、何が食べたいと聞かれても、本当は食べたいものがあるのに、何でもいいよ
あなたに任せるよと答えてしまいます。そんな人の心の中には、自分の意思を主張してはいけないという禁止令が潜んでいるのかもしれません。このように、禁止令は自覚のないまま、日常会話や行動の中に姿を現し、人間関係や自己評価に少なからず影響を及ぼします。そして、それが原因で生きづらさを感じることもあるのです。もしあなたが、どうして自分はいつもこうなんだろう、と感じることが多いなら、心の奥に何らかの禁止令が隠れているのかもしれません。では、そもそもなぜ、私たちの心に禁止令などというものが生まれてしまうのでしょうか。その背景には、多くの場合、幼少期の体験があります。子供は、親や周囲の大人の言葉や態度にとても敏感です。そして、時にそれを文字通りに受け取ったり、誤解したりしながら、こうしてはいけないんだと自分なりのルールを心に刻み込んでいきます。これは、子供が傷つかないように自分を守るための大切な適応でもあったのです。いくつか具体的な場面を見てみましょう。例えば、小さい頃、嬉しくて、はしゃいだ時に、そんなにはしゃぐんじゃない、と親に言われたり、悲しくて、泣いた時に、うるさい、泣くんじゃありません、と強く叱られたり、笑った顔に、ヘラヘラするな、と水を差された経験はないでしょうか。そんなことがあると、子供心に、感情を表現すると否定される、そうすると傷ついてしまう、と感じ、感情は出してはいけないんだと心に刻み込んでしまうことがあります。こうして生まれるのが、感情を表すなという禁止令です。また、子供の頃、本来なら甘えたい時期に、親の喧嘩の仲裁をして機嫌を伺って親の小さなカウンセラーのように振る舞っていた人もいるでしょう。例えば、両親が口論を始めると、幼いあなたが気を使って、場をなだめたり、落ち込む母親の話を聞いて慰めたり、そんな経験を重ねるうちに、子供でいてはダメ、しっかりしなきゃダメ、と心に決めてしまうことがあります。本来、のびのびと甘えるべき時期にそれが許されなかった人は、大人になってからも自分の気持ちを後回しにし、過剰に他人に尽くしてしまう傾向があります。その結果、心の負担を抱えやすくなり、生きづらさを感じるようになるのです。これらはほんの一例に過ぎません。他にも様々な形がありますが、どの禁止令も子供時代の環境や養育者からのメッセージをもとに、幼い自分を守るために生まれた心のルールだと言えるでしょう。禁止令の問題点は、自覚のないまま自分自身を縛り付け、結果として人生を生きづらくしてしまうことにあります。では、どうすればその窮屈な禁止令から自分を解放できるのでしょうか。その鍵となるのが、アロワーと呼ばれる考え方です。アロワーとは、禁止令とは反対に、してもいい、そのままでいいと、自分に許可を与えるメッセージのことを指します。言い換えれば、禁止令が心のブレーキだとすれば、アロワーはそのブレーキを解除する心の許可証のようなものです。つまり、アロワーとは、自分を縛っている禁止令とは逆方向の、肯定的なメッセージを自分自身に与えることなのです。例えば、感情を感じるなという禁止令を抱えている人にとっては、感じたままの感情をそのまま感じていいよ、
どんな感情も表現して大丈夫といった言葉がアロワになります。まずは、自分の中にどんな禁止令があるのかに気づくことが第一歩です。日常の出来事を振り返り、あ、今また感情を感じるなと思って、無理しちゃったな、と気づけたら、それだけでも大きな前進です。次に、その禁止令とは反対の内容で、自分にかけてあげたい言葉を考えましょう。この場合は、素直に感情を表してもいいんだよと、自分自身に心の許可証を与えるのです。ここで大切なのは、否定形ではなく、肯定形で伝えることです。してはいけない、ではなく、していい、しても大丈夫、といった、優しく前向きな表現にすることがポイントです。準備したアロワの言葉は、日常の中で繰り返し自分に言い聞かせてあげましょう。例えば、朝、鏡の前に立った時や、夜お風呂でリラックスしている時に、自分に向かって優しく語りかけてみてください。感情を感じてもいいんだよ。私は私のままで大丈夫。といった言葉を、できれば声に出して伝えましょう。もし声に出すのが難しければ、心の中でそっとつぶやくだけでも構いません。アロワの効果は、繰り返すことで少しずつ現れていくものです。一度言っただけで劇的に変化することはありませんが、毎日少しずつアロワの言葉を繰り返していくうちに、心の中で確かな変化を実感できるようになるでしょう。何度も何度も自分に許可を与え続けることで、その言葉が少しずつ心の奥に染み込み、これまでがんじがらめになっていた禁止令の鎖が緩やかにほどけていくでしょう。すると、本当は、自分は悲しかったんだな、本当はしたかったんだなと、自分の素直な気持ちに気づけるようになったり、これまでためらっていたことに挑戦してみようという気持ちが湧いてきたりします。それはまさに、あなたの心の中で禁止令が静かに後退し、あなた自身が自由になり始めているサインなのです。アロワを繰り返すうちに心が少し軽くなってきたら、次は実際の行動でも自分に許可を与えてみましょう。例えば、小さな我慢を一つやめてみたり、信頼できる人にほんの少し弱音を吐いてみなり、そんな小さな一歩で十分です。最初は緊張するかもしれませんが、やってみても大丈夫だったと体感できれば、それが大きな自信へとつながっていきます。心理学では、アロワによって心がやってみようかなと動き始めると、実際の行動にも移りやすくなるとされています。そして、その行動によって得られたポジティブな結果や喜びは、さらに心に安心感をもたらし、禁止令を書き換える強い後押しとなるのです。例えば、自分の意見を述べてはならないという禁止令を持っていた人が、自分の意見も大切にしていいんだよというアロワを何度も自分に語りかけた結果、ある日、勇気を出して会議で発言できたとします。その意見が採用されたり、いい視点だねと評価されたりすれば、ああ、私の意見にもちゃんと価値があったんだと実感できるはずです。こうした小さな成功体験を積み重ねていくことで、心を縛っていた禁止令は少しずつ力を失っていくでしょう。もちろん、長い年月をかけて心に根付いてきた禁止令の影響が、すぐに消えるわけではありません。時には、やっぱり私なんてと、これまでの思考パターンが顔を出すこともあるでしょう。でも、そんな時こそアロワの言葉を思い出し、
それでも大丈夫だよと、自分をそっと許してあげてください。焦らずに、無理のない範囲で少しずつ、自分に許可を出していきましょう。その小さな積み重ねこそが、やがてあなたを禁止令から解き放ち、心の自由へと導いてくれるはずです。今回の内容をまとめてみましょう。今回は、私たちの心の奥に潜む禁止令について、その概要や背景、そしてそこから自由になるための方法をお伝えしました。禁止令とは、してはならないといった、自分自身を抑え込む心のメッセージのことです。多くの場合、それは子供時代に自分を守るために生まれた心のルールであり、大人になってからも無意識のうちに行動を縛り、生きづらさの原因となってしまいます。そんな禁止令から自分を解き放つために有効なのが、アロワーという自分への許可のメッセージです。アロワーは、心にかかったブレーキを緩め、自分らしくより豊かに生きるための後押しをしてくれるでしょう。自分を縛る内なる声に気づいたら、その反対の優しい言葉を自分自身にかけてあげましょう。繰り返し許可を与えることで、禁止令は少しずつ力を失い、心はより自由になり、のびのびと生活できるようになるでしょう。禁止令を緩めていくには、少し時間がかかるかもしれません。でも、焦らずに少しずつで大丈夫です。自分を縛っていた禁止令に気づいたなら、どうか小さな許可を自分に与えてみてください。許可を出し続けるうちに、やがてあなたを縛っていた鎖が静かにほどけ、心が軽くなる日が訪れるでしょう。自分に優しい許可を与えながら、ありのままの自分で生きる道を、ゆっくりと歩んでいきましょう。その先には、今よりずっと身軽で、心地よい日々が待っているはずです。ご視聴いただき、ありがとうございました。これからも時々、心理学の学びをシェアします。応援していただけたら嬉しいです。もしこの動画が少しでもお役に立てたなら、高評価とチャンネル登録もしていただけると励みになります。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。